俺だ。今アカプルコに到着した。ああ、乾いた心に潮風が心地よい。オペレーションネプトゥーヌス発動までの束の間、命の選択をさせてもらおう。もっとも機関の手がこの南洋の楽園にまで伸びてこなければの話だが、アカプルコの海が血で真っ赤に染まることのないよう祈っていてくれ。エルプサイカンガロー。ちょっと待て。なぜアカプルコに寛一お宮の像がある？あとアカプルコのお土産物屋にアジの干物や温泉まんじゅうは売ってないでしょ。今日気をつけるにゃ。これは暗黒の人ラロスティアーバルの見せる幻影にゃ。ここはアカプルコではないにゃ。どこからどう見ても熱海ですよね、ここ。夏のラボ面合宿はハワイかバリ、ギリギリでもグアムって言ってなかったっけ、オカリン。仕方ない、予算の都合でこうなったのだ。それに機関の奴らもまさかこの狂気のマッドサイエンティストホーイン京マンが熱海にいようとは夢にも思わんだろ。熱海は来週リンコちゃんと一緒に来る約束だったからちょうど下見できていいけど。熱海。秘宝会館に行きたいって何を言っているのだ、シャイニングフィンガー。秘宝会館？秋葉原のラジカンみたいなものかな。一緒に行く？ウェイ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 、マユリを連れて行くな。行くなら一人で行ってこい。マユシーも秘宝会館行ってみたいのです。マユシ、今のセリフもう一度もっとおねだりするような感じで。やめろ変態。まったく先が思いやられる。さっきから偉そうなことばかり言っているようだが常習よ。貴様のそのサマーバッグの中の水着は何だ？この日のためにあえて用意したものではないのか？人のバッグ勝手に覗くな。どうせ海に行くんだから楽しまなきゃもったいないって思っただけなんだから。にゃにゃにゃ。それにしては新品のタグがついてるにゃ。わざわざ新しく買ったビキニじゃないのかにゃ。ビキニですと？水着といえばスクミズ一択だろジョコ。ダルくん安心して。こんなこともあろうかとマユシーみんなの分のスクミズも用意してきたのです。みんなの分のスクミズって？京馬さん、なんだルーカー子。秘宝会館、僕もちょっと行ってみたいです。まだ秘宝会館ネタを引っ張るのか？せっかくだからみんなで行ってみるにゃ。ひょっとすると封印されし漆黒のバジュラが隠されているかもしれないにゃ。隠されてないだろう、そんなものは。あのロープウェイに乗って行くにゃ。みんなフェイリスに続くにゃ。んだこら、ちょっと待て。これは秘宝会館に人工衛星が突き刺さってる。まさか新たな事件の始まりのプロローグだとでも言うのか？いやオカリン、あれ人工衛星じゃなくてイカ釣り漁船。秘宝会館にイカ釣り漁船？秋葉原の人工衛星のニュースを見て、秘宝会館さんも何か町おこしをってことでやってみたらしいです。そうか。ジューシークリスチャンナンバーワン。いや、ちょっとマユリくすぐったい。クリスちゃんじっとしてて。日焼け止めはきちんと塗っておかないと後で大変なことになっちゃうのです。そこクーニャンが終わったら次は貴様の番にゃ。覚悟するにゃ。僕もですか？究極奥義を習得したこのフェイリスニャンニャンの黄金の右手が貴様の体の隅から隅まで余すところなくオイルを塗りたくってやるにゃ。にゃふふふ。そんな僕は来たー！ユリタンカイ来たこれ
きゃうふふ、なんというリア充イベント。一人だが男が混じっているがな。お待たせ。なんだその姿は、シャイニングフィンガー。すくみず、一度着てみたかった。本当に真由里に借りたのか。これは強烈な破壊力にゃ。さすがのフェイリスも太刀打ちできないにゃ。それじゃあみんな揃ったところでスイカ割りをするのです。スイカ割りといえば、ごっくり水着のおにゃの子に目隠しして棒を握らせるというはい、確かに遊び方の説明としては間違ってないが、変態は黙ってろ。そしてそこじゃない、もっと右、行き過ぎ、そこじゃなく、もう少し左、そこよっていうリア充イベントのことですね。わかります。よし、わかった。スイカの代わりに頭をかち割ってやるから、そこに待ってろ、変態エロゲの。ダルくんもクリスちゃんも落ち着いて。真由里の言う通りだ。二人とも落ち着くんだ。我々はアカプルコまで遊びに来たわけではない。だからどこのアカプルコに秘宝会館があると。我々の目的はあくまでオペレーションネプトゥーヌスの速やかな実行というわけで、まずはこれより円卓会議エンナカプルコを始める。何が悲しくてアカプルコの海で円卓会議をやらねばならん。認めたなクリスティーナ、ここがナカプルコだと認めたな。もうナカプルコでも熱海でもどこでもいいよ。まずは本日の円卓会議のテーマを説明しておく。我がラボは今気球存亡の時を迎えている。度重なるミスター・ブラウンの家賃の催促に抗するには、新たな未来ガジェットを開発し、その売り上げを伸ばすことで赤字を補填するしかない。ついては大ヒットが見込まれる未来ガジェットのアイデアをラボメンのみんなに提案してもらいたい。まゆしはいちごジューシー唐揚げナンバーワンを提案するのです。これはいちご大福みたいに意外な組み合わせがヒットの。なかなか斬新な組み合わせだが、そういうのはコンビニの商品開発部に提案する方向で。ダール、お前は何かないのか。カラオケでワンコーラスだけ歌いたい時ってあるじゃん。おお、確かに同じ制限時間内であればフルコーラスで10曲歌うよりワンコーラスだけで20曲歌いたい時もあるな。でも1番の歌詞じゃなくて2番の歌詞が歌いたい時ってあるじゃん。そんな時にボタン一つで1番の歌詞だけをスキップできるガジェットがあればいいと思わん？名付けて2番じゃダメなんですか？目の付けどころは素晴らしいが、ガジェット名に若干デンジャラスな香りが漂う。それじゃあフェイリスも真面目に提案してみるにゃ。実はこれは今うちの会社で密かに進行中のソーシャルゲームのシステムなのだがにゃ。コンプリートガチャと。やめろ。それはさらにデンジャラスな香りに満ち満ちている。今年の夏の段階ではまだ問題ないかもしれんが、近い将来、例えば2012年の夏頃には大問題となるかもしれんと俺のリーディングシュタイナーが告げている。次、ルカ子は何かいいアイデアはないのか？僕ですか？それじゃ秘宝館とか。まだそのネタを引っ張るのか？ごめんなさい。でも秘宝会館じゃなくて秘宝館といって、ほらおでん館みたいなものを。どうした指圧師？胸がピチピチで苦しい。その胸でスクール水着など着てるからだろう。だって着てみたかったから。そうだ、胸の大きな大人の女の人でも着られるスクール水着を作ったらどうかな。それはもはや
未来でもガジェットでも何でもない。そうそう、すくみずはつるペタの女の子が来てなんぼっしょ。大人のコスプレとしてのすくみずを僕は絶対に認めない。ダメだこいつら、早くなんとかしないと。助手よ、そうやって一人クールに部外者を決め込んでいるが、貴様もラボメンの一員。オペレーションネプトゥーヌスからは逃れられぬのだぞ。何かいいアイデアを出せ。だが断る。それより岡部の方こそ人のアイデアに文句ばっかつけて、ちょっとは自分で考えたらどうなの？言われなくとも考えておるわ。しかも試作品まですでに用意してやる。見よ、これはどこでもグレネードドアノブ。この一見して何の変哲もない携帯可能なドアノブ、敵の襲撃から逃れる際、これを建物の外壁や室内の任意の場所に装着すれば、あたかもそこにドアがあるように見え、敵の目を欺き混乱させることができる優れものだ。すごい、本物のノブみたい。さらにノブ本体の中には催涙ガスが仕込まれているので、無理に引っ張ろうとすれば。ああ、待てルカ子、勝手にいじるな。ごめんなさい。死ぬかと思った。本当にごめんなさい。でも楽しかったにゃ。日も落ちてだいぶ涼しくなったし、温泉にも入ってさっぱりしたし。いいお湯だった。ちょっと待て指圧師、その浴衣の下に覗くスクール水着はなんだ？もう少し着ていたい。萌香さん、よっぽど気に入ったんだね、すくみず。まあ思わぬアクシデントに見舞われてしまったが、あれで終わったわけではない。みんな温泉に入ってさっぱりしたところで、夕飯の前に円卓会議の続きをやる。まだやるつもりか。っていうかオカリン、なんかサクッと温泉シーン省略された感じだけどいいの？そこ一番重要じゃね？日に焼けてほてった肌をお互いに洗いっこしたりして。ちょっとどこ触ってんのよ。そんなところまで洗ってもらわなく。とか温泉の壁越しに聞くってのがお約束のイベントだろ、ジョコ。そういうお約束は、例えばブルーレイの特典ディスク等でやるものだ。ここでは必要ない。まあもう一つのお約束といえばクローズドサークルものもあるけどね。村に伝わる伝説の数え歌通りに殺人がとか。そんなお約束はいらないよ。僕はただ可愛いおにゃの子たちのキャッキャウフフな空間を満喫したいだけなんだよ。おだれ忘れるなよ。10分後に宴会場タコツボの間に集合だ。円卓会議の続きを決行するからな。誰？まさか本当にお約束の殺人が？誰？どうした？僕のほのかちゃんの抱き枕が。タルくんの大切なほのかちゃんの抱き枕が血まみれに。誰がこんなひどいこと。てかなぜ合宿に抱き枕を持ってくる？枕が変わると僕眠れないんだお。もしや今の抱き枕使いデスティーノインキュバスの封印がこの熱海の地に解き放たれたとでも言うのかにゃ。それとも機関のエージェントの仕業だ。機関のエージェントが抱き枕を襲う理由がどこにある？俺だ。どうやら機関にこちらの居場所を知られたらしい。このままオペレーションネプトゥーヌスを続行するのは危険だ。至急コートダジュールへのチケットを手配してくれ。何？今からでは江ノ島までが精一杯だと。やっぱり警察に通報した方がいいのかな。なんて通報するの？抱き枕が何者かに襲われて血まみれですって？
一応器物損壊で被害届を出すことはできると思います。僕のほのかちゃんは器物じゃないよ。どうした指圧師？胸がピチピチで苦しい。だから苦しければとっとと脱げばよかろう。だけどもう少しだけ着ていたい。いずれにせよ犯人はこの中の誰かに間違いはない。なぜなら今夜この旅館に泊まっているのは法王院京馬ご一行様だけだからだ。その名前で宿取ってたのか。そういえば宿の玄関に法王院京馬ご一行様って大きく書いてありましたよね。それじゃひょっとしてラボメンの女の子の誰かが僕のほのかちゃんに嫉妬してこんなことを。誰が変態の抱き枕に嫉妬するか。しかし事件解決も時間の問題だ。まさかこんなところで開発中の未来ガジェット試作品が役に立とうとはな。またさっきのドアノブか。違う。狂気のマッドサイエンティストフォー・インキューマが作り上げたもう一つの試作品であるこのバーローメガネだ。バーローメガネ？そう、このメガネをかければたちまち眠くなり、そして眠ってる間に誰かが事件を解決してくれているという優れもの。いいか、よーく見てろ。スチャッとふにゃらら。オカリン眠っちゃった。この間に本当に事件が解決するんでしょうか。もう食べられないよ。にゃんというベタな寝言にゃいや、ちょっと待て助手。お前のその貧弱な胸ではブラ中のセーランのコスプレは無理だ。何の夢を見てるか。ここは？それでオカリン、犯人は分かったん？犯人？ああ、俺のプリンを勝手に食べたのはクリスティーナ貴様だ。それは貴様の見ていた夢の中の話ではないか。あ、そうであった。ああ、それで俺がこのバーローメガネをかけて眠っている間に事件は解決した。解決しとらんわ。やはり試作品では限界があったか。だがまだまだ改良の余地がある。それより僕のほのかちゃんをこんなにした犯人は誰なんだよ。許さない、絶対にだ。まあ確かに被害は抱き枕で済んだとはいえ、誰が何のためにやったのかわからないままじゃ不気味よね。このまま第2第3の事件が起きないとも限らないし。京馬さん、どうしたルーカーコ？あれを見てください。ほら、窓の外。なんだ？秘宝会館。まだ引っ張るのか？違うんです。ほら、あの秘宝会館のところで何かチカチカ光るものが。確かに。怪しいにゃ。やっぱりあそこには封印されし漆黒のバジュラが。いや違う、あれはモールス信号になってる。誰かがメッセージを送ってるんだわ。なんだと？解読できるか助手よ。待って、三端点と三頂点の繰り返しってことは SOS。 誰かがあそこで助けを求めてるのよ。どのあたりだ？あそこにゃ。これは自転車のライト。この自転車って。これは。どうしたルカコ？秘宝会館のイカ釣り漁船の下に誰かが倒れて。アンバネシ。そんな、まさか本当に第2の被害者が。しっかりしろバイト戦士。岡部倫太郎、みんなも。何をしているんだこんなところで。そういえば昼間からずっといなかったよ。確かバイトが終わってから自転車で追いかけるっ
て。そうそう、早番が終わった後自転車で出発したんだけど、さすがに熱海は遠かったみたい。道に迷っちゃってさ、携帯電話はなくしちゃうし、宿の名前もわからないし、どうしようかと思って、とりあえずここで SOS の信号を送りながら休憩してたってわけ。おいしい。これがアジの開き？初めて見た。こっちはサザエのつぼ焼きだよ。サザエ。そうか、これがあの伝説の長寿アニメの。おいしい。こっちにはイクラもあるのです。パブーってやつ？こんなだったのか。あったかいご飯に乗せて食べると最高だね。バイト戦士よ、腹が減っているのはわかるが心配したのだぞ。旅館ではダルの抱き枕が被害に遭うという謎の事件も起きている。次に誰かが狙われないとも限らないのだからな。ごめんなさい。でも事件の概要はだいたい聞かせてもらったから謎なら解けたよ。何？本当に？僕のほのかちゃんをあんな目に合わせた犯人が分かったの？犯人っていうか、まあ事件解決の手がかりは全てこれまで聞いた中に提示されていたわけだけどね。手がかり。秘宝会館に突き刺さったイカ釣り漁船。昼間からずーっとスクール水着を装着し続けているモイニャン。そしてこの夕飯の冷え切った天ぷらのことかにゃ。確かにこの天ぷらは揚げたてじゃないみたいだけど、どれも手がかりとは関係ないよ。順を追って考えてみればいい。順を追って？まず今日のお昼、君たちはマキセ・クリスの運転するレンタカーに乗ってこの宿に到着したんだよね。そして荷物を部屋に置き、水着に着替えて海岸へ。そういえば桐生氏、後から一人遅れて海岸に来たお。ひょっとしてあの時に僕のほのかちゃんを。私やってない。遅れたのはスクール水着を着るのに手間取っていたから。桐生萌香は犯人じゃない。動機もないしね。だがそれ以降俺たちは海岸で円卓会議をしてずっと一緒にいた。宿に戻ってからも皆それぞれ誰かと行動を共にしている。誰にも犯行の機会はない。そう。そして動機も誰にもない。ここから導き出される結論は一つ。これは事件じゃなくて事故。事故だと？血まみれの抱き枕を発見した時の状況をもう一度話してみて、橋田至。お風呂から上がったら部屋に布団が敷かれてたから、ほのかちゃんを寝かせてあげようと思ってカバンの中から出したら、すでに血まみれに。荷物の中には円卓会議のために持ってきた未来ガジェットも一緒に入ってたんだよね。多分その中に、ほらあれなんて言ったっけ？サイリウムセーバー？確かに未来ガジェット6号機サイリウムセーバーも荷物の中に入れた。それが移動中の衝撃で折れて中の赤い液体がダルの抱き枕に。ひどいよオカリン。なんで僕の荷物の中に、しかもほのかちゃんと一緒にそんなもん入れんのさ。いやそれはちょうど枕がクッション代わりになって衝撃を吸収してくれると思ってだな。僕のほのかちゃんを返せ。あれは夏コミ限定のやつで、もう二度と同じの手に入らないんだぞ。待て、落ち着けダル。俺は機関による妨害工作で甚大な被害を被った。これ以上オペレーションの続行は不可能と判断する。全ては現代社会の歪みが生んだ悲しい恐ろしい事件だったにゃ。ほのかちゃん、洗っても落ちなよ。ほのかちゃん。サイリウムセーバーの中の薬品は特殊だから普通の洗剤では落ちまい。僕は絶対に諦めない。必ずほのかちゃんを救ってみせる。でもどうやって救うの？誰？まさかお前？そう、ほのかちゃんを救う方法はただ一つ。D メールを送る。それは無理じゃない？
ラボメンは全員熱海にいるわけだし、電話レンジの操作は誰がするの？大丈夫。ちゃんと電話レンジはこの熱海まで持ってきてある。そうなの？おう、留守中に泥棒にでも入られて盗まれてはいかんからな。車の中に一緒に積んできた。ああ、それでレンタカーを借りてまで車で行こうと言い張ってたのか。青春永遠の19歳切符を使った方が安かったの。だけど D メールを送るにはブラウン管のテレビも必要なんじゃなかったっけ？それなら大丈夫だろう。この旅館の古さを見れば館内にブラウン管の一つや二つ必ずあると思われる。さっきロビーに大きなブラウン管のテレビがあるのを見たよ。しょっと電話レンジ設置完了にゃ。ロビーのブラウン管テレビも OK なのです。まさか熱海まで来てこんなことをやろうとは。しかも抱き枕のために。誰？メールの準備はいいか？オッケーだお。ほのかちゃん、熱海に絶対連れて行くな。よし、電話レンジカッコ仮起動。いいお湯だったね。なんで浴衣の下にスクール水着？もう少し着ていたい。D メールの送信は成功したのか？ダルの抱き枕は救われたということか？ダル！どうしたダル？ほのかちゃんの抱き枕は持ってこなかったのではないのか？僕のしおりちゃん。しおりちゃんの抱き枕が。ダルよ。